どうも、ボタニカリスティクスです。今日はね、前々から予告してたフィカス・ロイの、考察をやりたいと思います。で、この品種なんですけど、これ、フィカス・ロイってみんな知ってますか？ロイって聞いて何を浮かべるかっていうね、これ人の名前ですよね。ロイ・オービソンとか、ロイ・シェイダーとか、コクッパとか。あれとか、マリオのコクッパっていつからクッパの古文になったんですか？なんか僕、昔、クッパの子供だと思っていたら、赤ちゃんのクッパみたいなの出てきて、あれ子供とか思ったら、クッパって何だったっけとか思ったら、知らないうちに古文になってましたよね。それはいいんだけど、で、今日はね、ちょっと見切れちゃってるけど、これなんだよ。これフィカスロイ。フィカスロイってちょっと呼んじゃったけど、そう、なんて呼ぶかって話なんだけど、お店とかで買おうとすると、値札がついてて、値札に手書きとか、あるいはお店が発行したやつに、フィカスロイとか、フィカスベンガレンシスロイとか表記されてたり、そういう場面に遭遇しなかったですか？どっちなのって思いませんでした？やっぱり一つの疑問が浮かびますよね。ベンガレンシスなの？それともそうじゃないの？そうじゃなかったら何なのみたいな。てか僕がね、フィカスでいつも思うのはそんなんばっかり。で、このロイはかなりやっぱりいろんな謎フィカスの中でも、最初の方にぶち当たった壁でしたね。初めてロイ見たとき、なんだこれはと思いましたけどね。なんだこの可愛くない品種はってその時は思ったんですけどね。今結構好きなんですよね、これが。小売店がフィカスベンガレンシスロイってしたり、フィカスロイってやって売ったりとか、いろいろなのはですね、多分ね、小売店もわからないからなんですよ。これね、はっきりね、言い切れないんですよ。ふわふわしてるんですよ。で、実際ベンガレンシスロイって気持ちいいよね。ベンガレンシスって言い切ってくれてたら。じゃあ言い切る根拠は何だろうっていうところを探っていくと、なんとなくちょっと何が本当かはわからないけど、事情が見えてくるっていう話かな。僕の動画でたびたび登場する PW、プルーブンウィナーズってところでね、国際的な組織ですね。植物界の秘密結社。それはちょっとあまり大ごとにするとまたやめよう。植物界の国際的な組織ですよね。いろんな品種をね、ちゃんと研究したりとかで、商品化していくということをやってます。そこがですね、ベンガレンシスロイっていう名前で出してるんですよ。ちゃんと自分のところのシャンデリアシリーズのフィカスとして、ロイって名前で出してるんだけど、これベンガレンシスっていう品種の、ロイですよって言って出してるんですよ。なので、PW が言ってるんだから、合ってるよねっていう考えのもと、お店もベンガレンシスロイって言えるのかな。ただ、あれだよ。おそらくプルーブンウィナーズが卸している、それを売ってるとか言うわけじゃなくて、もう普通の呼び名としてロイっていう。でも、プルーブンウィナーズがそもそも、ベンガレンシスのロイだって言ってるっていう話も、それを辿っていくとさ、この品種が学術的にベンガレンシスだって言い切ってるわけじゃないじゃないですか。だから学術的な品種が保証されたって言い切れないと思うんですよね。要するに間違えてないって僕は思ってるんですよ。そもそもこいつをベンガレンシスの変異種だって最初に言ったことがもう間違いなんじゃないかって僕は思ってるわけで、そう考えるとロイっていうだけじゃなくてもこのベンガレンシスロイっていうその言葉自体がもうただの呼び名だよね。変な話さ、なんだろう。これは塩ラーメンっていう名前の味噌ラーメンですみたいな。わかる？言ってること。味噌を使ってね、で、わかった。じゃあ、例えばこれは味噌ラーメンです。味噌ラーメンという名前の豚骨ラーメンですみたいな。ね、豚をね、豚骨をね、ぐつぐつ煮込んでね、作ってね、それでね、出して、違うな。わかった。例えば埼玉県の東松山とかで出している焼き鳥ですよ。で、あれも焼き鳥っていう名前で、だけど肉は豚肉なんですよね。で、要するに学術的には豚じゃないですか。だから学術的にっていうのは学名とかないけど、豚なんだけど、でも呼び名は焼き鳥みたいな。鳥みたいな。だから、そういう状態。ベンガレンシスロイもただの呼び名。学術的には全然違うフィカスなんとかがついてる。そんなこと、ありそうだよね。それしょうがないよね。間違えちゃって、そんでそこに乗っかっちゃったから。で、それがもう商品名になって。
で、後から直してもいいと思うよ。もうこういう経緯が一つ一つちゃんと紐解いて説明できれば、別に今からでも遅くないから、学者の皆さん頑張ってくださいって僕はもう言いたいんだけどね。でね、このロイね、ちょっと、これ今回品種紹介じゃないから、クローズアップしようとは思ってないんだけれど、これもでかいやつなんだけど、この力強さは僕はすごい好きなんだけどね。ただね、ちっちゃいロイ、ちっちゃいっつっても6号ぐらいのロイ、もっとこのぐらいの高さかな、のロイとかで、さらに葉っぱも若い葉っぱとかね、めっちゃくちゃ可愛いんですよ。で、なんていうのかな、人でもいるじゃん。赤ちゃんの時すごい可愛くて、で、ほら、これね、大人になって全然可愛くないってさっき言ったでしょ、最初見た時そう思ったって。で、そうなんですよ。すごい赤ちゃんの時可愛いんだけど、もうなんか、20歳そこそこになるとさ、なんかもう結構割とさ、渋めの顔で、そのまんまずーっと渋い顔でずーっと行く人いるじゃん。で、しかもそのまんまあんま老けないみたいな、ショーン・コネリみたいな感じかな。なんかそういう渋さ、早いうちに渋さに到達して、もうずーっと渋いみたいな。そういう人ってさ、赤ちゃんの時さ、すんげえ可愛かったりするんだよね。そういう感じ。若い時の葉っぱね、すんごい可愛いんですよ。なんか結構日光ちゃんと与えて育てたのから、もうなんかすごい深い緑で、なんかちょっとね、これシューンって尖ってるけど、最初出てきた時はちょっとね、丸っこいんですよ。プニプニしてて、すんごい可愛い葉っぱ。素人の僕がね、独自で調査っていうか、ただいろんなね、ネットサーフィンでフィカス何度かとか、ひたすら調べてるの。いろんな画像を見てるんだけど、その海外のサイトとかもね、でも海外のサイトも間違えてたりとかするんだけどね、いろいろ調べていくと、これね、フィカスマグノリフォリアとか、なんかフィカスネルボーサーとか、なんかその辺の品種、もちろん断定してるわけじゃなくて、そういった葉っぱの方がよっぽどベンガレンシスよりも似てるのね。なので、まずはベンガレンシスじゃないんじゃないっていうところから入って、じゃあなんだろうっていうのを、みんな私がこれからやっていくんですよ。はい。それで僕は、ただ、横から違うんじゃないかなっていうだけ。あとは学者の人がね、頑張ってくださいってことなんだけど、正していきたい。でね、あとね、ベンガレンシスって言うけど、ベンガレンシスってさ、ほら、産毛とかがあって、紐がね、触り心地いいじゃない？あれと違うでしょみたいに思うかもしれないけど、実はね、そう、あるんですよ。産毛っていうか、この、ふさふさしてんの、実はちょっと。パッと見はわかんないんだよね。ツヤツヤして見えるから。だけどね、結構ふさふさしてる。なさそうでしょ。そう、あるんですよ。こういうのね、他にもね、多いんですよ。例えば、尾崎フラワーパークとかね、プロトリーフとか、大きなとこ行くと、レアフィカスとして出会えるやつ。カタカナしかないやつ。要するに学名がわかんないやつね。例えばフィカス、ルーカスとか、なんかリオとか、いろいろあるんだけど、他にも。アーリーゴットとか、ゴットなのかゴットなのかすらよくわからないんだけど、あの辺もね、例えばこれこそトリコポタじゃないとか、これこそポリータじゃないとか、なんか、こう、いろんなね、こうじゃないっていうのがね、あるんだけど、なんか、その辺はね、今後また発信していきたいな。まずはね、でもね、ロイかな。ロイは特に、お店で出会う機会も、他のレアフィカスよりも多いしね。それにね、僕が結構大好きな品種でもあるしね。最後にちょっとね、フィカス紹介じゃないけど、この、やっぱり力強い、なんか堂々とした感じがすごくいいよね。飾らない良さっていうか、かっこつけてないたくましさっていうの。なんかそういうのを感じるんですよね、この人には。だからね、好きですね。今日はそんな感じで、ちょっと軽めの検証なんだけど、ちょっと僕が調べてというか考察、考えたことをちょっと放出しました。これもね、ちょっとしばらく放出するかもしれないけど、エピソード1ってしとこうかな。いろいろ調べてね、また新たなね、事実、ロイについて調べていく中で、なんか分かったこととかね、気づいたこととか、また溜まってきたら、エピソード2として、また発信していきたいと思うんで、続報を、お楽しみに。じゃあ、そんなところで今日はまた。